では色を塗っていきます。セルリアンブルーやコンポーズブルー、ホリゾンブルーなどを溶いて、空の色を塗っていきます。雲の部分は塗らないように避けてください。雲のふわふわ感を出します。ティッシュにお水をつけて、濡らしたティッシュで、雲の周りをですね、ぼかしてください。乾いたティッシュでもできますので、乾いていても濡れていても、どちらでも大丈夫です。少し色が薄いなと思うところを、足していきます。これは濡れているうちにやった方が綺麗に、色が足せます。次に遠くの山を塗ります。セルリアンブルーにバーントシェンナを少々足して、青緑を作って山に塗っていきます。次に水面を塗ります。空の色を水面に塗っていきます。映り込みの部分にも空の色を塗っています。では緑の色を塗っていきます。一番最初の動画で、少しご説明した緑を作っていきましょう。イエローとパーマネントグリーンナンバー1で明るい、綺麗な黄緑を作ります。写真を見てこの辺が明るいなと思うところに塗っていきます。でこれはとても目立つ色なので、主に近景と、中景あたりまでこの色で塗ります。次に遠くに見える明るい色の大地の色を塗ります。綺麗な若草色をしているんですけれども、遠くですので先ほどの色にイエローカーを足して色を渋くして塗っていきます。この色で今度は円形から中景に見える明るい緑の色を塗っていきます。イエローカーを混ぜて色を渋くしていますので、遠くの綺麗な若草色にもこの色が使えます。次に暗い緑を塗っていきます。暗い緑はウルトラマリンライトとパーマネントイエローライトを足してこのような暗い緑を作ります。この色は近景、中景、円景どこにでも使えますのでこれで塗っていきます。暗い色があるなと思うところにこの色を置いていくという感じです。先ほど塗った明るい綺麗な若草色をあまり潰しすぎないように気をつけながらこの色を入れていきます。混色で作った、緑色ですので青を多くすれば
青っぽい緑に、黄色を多くすれば明るい緑に変化します。これを、その場所その場所で上手に、使い分けながらですね、塗っていただければと思います。この緑の混色はウルトラマリンディープではなくライトを使っていますので、暗い色はできますけれども、濁りも少なく綺麗な暗い緑です。このまま、このイエローの方を多く足して明るい、部分の緑の色にしたいと思います。少し濁っているんですけれども、黄色を多くすることで明るい緑が表現できます。この色は、後ろに下がりますので、円形の方にある明るい部分ですねに使うといいと思います。では次に少し鮮やかな緑を作って、円形に塗っていきます。鮮やかな緑はプルシャンブルーと、イエローの混色で作ります。ですが円形の明るい鮮やかな色ということですので、ここにイエローカーを少々混ぜて少し、色を引っ込めるようにします。で今塗っている箇所を見ていただくと、先ほどウルトラマリンで作った混色の緑よりも、若干派手に色ができていると思います。そして、プルシャンブルーとイエローを混色を多くして、イエローカーを抑えれば今、中継から近景あたりに緑の綺麗な緑を塗りましたが、このようにですね、円形ではなく前の方にもこの緑が使えます。では次に、一番最も円形な部分を塗っていきます。この色は写真を見るとだいぶ暗い緑をしていますので、ウルトラマリンライトとイエローの混色で、影色の緑にして、塗っていきたいと思います。で少し、青をですね多めにして、寒色系の緑にするとより後ろに、一番奥に下がります。青を感じさせる色というのは、寒い色と書いて寒色と言います。寒色は後ろの方に下がるという性質があります。
ではこの色でもう少し中継あたりまで暗い色を入れていきたいと思います。次に手前の水に浮かぶ植物を描いていきたいと思います。ローズマダーとウルトラマリンライトを足して紫を作って花の色を塗っていきます。これはあやめとか勝負かなと、ちょっと写真を見ると思いますね。花が塗れましたら葉と、茎を塗っていきます。目立たせたいので、せっかくですのでこのビリジャンヒューを使ってビリジャンヒューとイエローを足してこの鮮やかな緑を作ります。でこれで、この手前のですね主役になる葉の部分を塗っていきます。少しちょっと派手すぎるのでちょっとイエローカーを足しました。紫色がまだ濡れているうちに緑を入れたのでかなり滲んでしまったので、ちょっとここは焦らずにですねドライヤーで乾かしてから花をですね乾かしてから葉を塗りたいと思います。では改めてビリジャンヒューとイエロー、イエローか少々の混色で葉の色を塗っていきます。植物が描けましたら今度はこの植物の写り込みを描いていきます。同じ色ですね、同じ色でこのように、葉と花を、下に写り込ませてください。この木々をですね、写り込ませます。色はウルトラマリンライトとイエローで暗い緑を作って、で写真を見ると少し茶色系の濁った感じで見えますのでここにバーントシェンナーを入れて調整して塗っていきます。
ではですね、その他の部分も映り込ませていきます。左側の、若草色の大地ですね、これも水面の方に映り込ませます。で色は、先ほど塗ったその実物の色ですね、それをそのまま下に映り込ませます。やはり木々もですね、さっきと同じように、ウルトラマリンライトと、イエロー、それとバーントシェンナの混色で、調整しながらこのようにして映り込ませていきます。写真を見るとかなり茶色い感じですね。茶色で濁った感じに見えますので、そのように塗っていただいてもいいですし、もうちょっと綺麗な緑の色がもう少し綺麗に出た感じで塗っていただいてもどちらでもいいと思います。少しアクセントを入れます。ビリジャンヒューと、イエローカの混色で、草の色を作って入れていきます。ではここから最終段階に入っていきます。ウルトラマリンライトとバーントシェンナでしっかりと暗い色を作って全体に陰影を入れていきます。
では今回の絵のかなり、ポイントになるこの紫色の花が咲いている植物の茎を面相筆ですね、細い筆を使って、塗っていきます。で目立たせたいですのでビリジャンヒューを、使って、茎をですねこのように縦に細く描いていきます。ではここから動画の1番で、練習をしたドライブラシを使っていきます。ドライブラシは、丸筆ですね。先ほど使っていたこの太筆でもいいですし、平筆でも結構です。どちらでもやりやすい方でドライブラシをしてください。手前ですので少し、綺麗なんですね。明るい緑も、塗っていきます。ビリジャンヒューと、イエローとイエローオーカーで作った鮮やかな色を先にですねドライブラシをしていきます。その後バーントシェンナーを加えて徐々に暗さを足していきます。さらに暗くします。ウルトラマリンライトと、イエローで暗い緑を作って塗っていきます。塗るというよりもドライブラシで描くという感じですね。この手前の葉をドライブラシで描いてください。では一番暗い、影になっている葉を描いていきます。ウルトラマリンライトとバーントシェンナでしっかりと暗い色を作って、これでドライブラシをして葉を描いてください。次に手前の葉に枝を描きます。細い筆を使って、色は同じですね。
暗い色で、少しバントシェンナー多めにして茶色っぽくしていいと思います。でこれで細い枝を描いていきます。遠くの木にもよく見ると、幹が見える部分がありますので、それもですねこの色でちょっとついでに、描いていきます。あと気になる細かい部分などありましたら、少し手を入れてみてください。ではこれで完成になります。ちょっと動画が長くなったので、3本に分けてしまいました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。どうぞこれからものんびり投稿になりますが、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。